尾と頭を取って絶対3日間こんな感じで柔らかくして。創業は昭和46年です。本店は栄西3丁目のところにありました。今はもうやってないんですけど、朝日ベーカリーっていうもともとパン屋さんから始まって今現在に至るんで、おじいさんの代から商売やってます。パンは毎日研ぐんですか？使ったらはい。これは名古屋コーチンのきしめんとか名古屋コーチン肉入りの味噌煮込みうどんとか噛み応えがあるんで、ちょっと歯入れといたら食べれないですね。
乾燥して切れちゃうそばと中華と味噌煮込みうどんは袋入れます。きしめんは大丈夫ですけど、祖母の親戚が麺類屋さんにあって、ここから教えていただいたっていう流れです。なるほど。ここのエスカが開業と同時にここ入れさせてもらったんですけど、その時にヤブークと隣の隣に中介っていう店、この2軒疑ってもらって、多分おじいさんが息子が2人いるんで、自分はパン屋で息子っていう感じじゃないかなと祖母のお姉さん夫妻がやってた麺類屋がヤブークで、そこから教えてもらったっていう。そうです。唐揚げです。いなり寿司結構出ます？出るときは出るけどね、出なかったからランチで好きなの。あ、そうなんですね。はい。2名様です。こちらどうぞ。お子様1名で3名様です。
食 16L です。ごめんなさい。鍋焼きうどん18です。はい、すいません、鍋焼きうどんです。どうぞ。15R です。締め定食2つ17です。締め定食2つ 15R です。はい、すいません。締め定食です。はい、すいませ味噌カツぎし11番です。きしめんが1台です。きしめん味噌丼はコーチンきし11です。きしめんとろ丼10番です。3名様。どうぞ、3名様です。味噌煮込みうどんざるとろきし3番です。とろろきしめんお待たせしました。どうぞ。定食お待たせ。とろろきしめん喉越し最高です。喉越し最高。
お待たせしました。すっごい久しぶりに食べたんですけど、美味しいです。はい。きしめん定食です。美味しいです。11番です。1番です。はい、もう一つ八丁味噌きしめん。はい、またできました。天とじきし5番です。天とじきしめんお待たせしました。お願いします。手巻きしは12番です。はい、すみません。煮込み定食です。天定食3番です。味噌煮込みうどんお待たせしました。お願いしていいですか。すいません。濃いんやけど、普通に食えるな。あっさりした濃いさ。そう。きしめん第1台ご飯ものきしめん玉丼 16L です。天気6番です。天気市11です。天気市6番です。天ぷらきしめんです。はい。美味しい。半々セット2、ざるとろうずらなしでお願いします。半々セットです。はい、もう一つです。はい、どうぞ。はい、お食事ちですね。お待たせしました。丸八セット3番です。かけそばはきしめん味噌丼ははい、すみません、半々セットです。
ありがとうございました。お持ち帰りです。コーチンペバ8。すいません。デラックスの粉をかけてるんだね。美味しくて量が多くて、でこの店の雰囲気も昔ながらの感じがですね。きしめんがやっぱり食べたい。はい、美味しいな。はい、かき揚げそば。ほとんどもう利益なんてないんですよね、お魚に関しては。お客さんが笑顔で帰ってくれればいいかな。美味しい。
めんつゆの種類って何と何があるんですか？赤つゆ、白つゆ、釜つゆ、釜揚げの丼つゆ、ざるつゆと、あと味噌、煮込みの味噌の。同じ出汁は使われて返しが違う感じなんですか？そうですね、返しが違います。作り続けるんですね。そうですこれでも今日は少ない方、もうお正月とか10本とかになるともう5時半ぐらいから少ない。8升を2つと12升と、これそれだけでもう昼ちょうどなくなるぐらい、結構びっくりするぐらい出とるみたいでおこぜの唐揚げとカレーの煮付けとイカのお刺身がついてときしめんがついてでご飯がついてっていうすごいです。それがね15人前かな。それが終わったら今度メバルの煮付けとカマスの塩焼きとお刺身とご飯ときしめんがついてセットって皆さんそれ召し上がる人も多いんで、それがちょっと珍しい。あまりにも魚のフルコースなんで、朝並ばれた方も閉店ギリギリに来られた方も内容は変わるけど絶対に食べれるようにしてあげたい。限定5とか来れない人にはかわいそうなので機械打ちなんですよ。うち90年前から製麺業をやってて、うち製麺が母体なんで、もう今はやってないんですけど、ここに三つ角屋製麺、麺を売ってた会社だったんで、まあ今はもうコンピューターで麺を作るんですけど、まあうちは昔からのこのおじいちゃんの代からの麺機で、味噌煮込みって言っても大体は具の種類が違うだけなんですけど、柏が入ったり、天ぷらが入ったり、まあ、うちの場合は麺と味噌自体が違ってくるので、何種類かあるんで、湯がいてお召し上がりいただく普通のもの、麺を釜で湯がかずに直接入れてお召し上がりいただく、ちょっとドロッとした感じ、濃厚な
粉落としっていうのがあって、まあそれも人気なんで、あとは味噌煮込みをきしめんで食べる人が結構いらっしゃって、今日はどんな味噌にしようかなっていう感じで食べられる方が多いかな。うちモロヘイヤっていう麺があって、東海地方では初めて作った店なんですけど、モロヘイヤってアラブの方から日本に伝わってきたお野菜で、非常に健康な植物を、これは日本人に合うんじゃないかって持って帰ってきた人とつながりがあって、うち水門屋さんこういう植物があるけど、これは麺にできないのかっていう話があって、まあ父が粉末にしたり液にしたりいろいろ考えて、モロヘイヤ麺っていうのをここらでは初めて。うちそばもやるんですけど、わざと10割じゃないのはやっぱり弾力だとか歯応えだとか喉越しだとかそういうのを考えてつなぎを入れたり外子っていって何種類か混ぜてこう作ってるんで、そばの中にも脱炭そばっていうのがあって、これは20年前かなぐらいに父が粉の会社日粉さんからこういう粉がモンゴルの方でルチンっていうのがそばのあって、これを製麺にできないかっていうお話があって、そばに混ぜて珍しい麺かな。僕は地方から出てきたんで、あ、そうなんですか。愛媛から社長が昔和食で板長をやってまして、そこで知り合って僕呼んでいただいて、懐石料理を10年修行という形で。そう大学出てから10年間行ってきて、ほとんどもう利益なんてないんですよね、お魚に関しては。お客さんが笑顔で帰ってくれればいいかなっていう感じ。お宅はちょっとメニューが多すぎるから困るので怒るお客さんもいてねあんま減らしたりとかしないんですか？しないですね。まあ昔からもう父の代からこの量で、僕がだいぶちょっと増やしてはいるんですけど、まあお魚に関しても毎日違うお魚を出したり、まあ味噌煮込みに関しても種類とか麺が変えれたり、どれを食べるか迷ってしまうぐらいたくさんあると、また次来たくなると思ってくれるお客様がいるじゃないですか。若い方も豚丼って言って大きいカツを出してみたり、まあいろいろ迷ってしまうような、また次来たらこれ食べたいって思ってくれるような店にしたいんで。これきしめん定食に入れる宮城よいしょ。
カレーの切り身の煮付けとこれ1匹とイカの刺身ときしめんとご飯があるですね。カレーなんですけど何種類かあって結構石カレーっていうのは肉厚食べ応えがある。それでうちの場合はこの片栗粉でこうコーティングしてタレをまぶしてる。結構時間がかかる。肩ロースとロースのちょうど中間ぐらいの方を肉屋さんに注文してるんですけど、食べ応えはあるかなっていう感じですかね。基本的にロースってあんまり脂身がないんで、この場合塩コショウのうちにガーリック合わせてね。もうこれぐらいかけとかんと沸く前にペースが間に合わんの。8番お二人様。はい、魚2個21番。はい、じゃあ21。味噌店一丁、カレーそば店一丁、和膜一丁、カレーはそばね。何やそれこっちカレー。はい、五目8番ね。
手羽先6本。カレー最初そば。味噌天セット一丁、この落とし。味噌の方にお餅1個入り。この落とし餅、味噌天。2番2人。はい、か。はい、か。赤だし2個あるよ。はい。味噌カツで。違う。はい。そばってやる。はい、豚丼。もっと。魚2個でんか。あとそこそばってね。4つで。そう、親子店の粉、味噌店の粉。この味噌店の粉に。で、味噌カツ店だ。それが2番終わり。これ魚。セット2個10番。それがいかんなんですか。もう1個魚7番。これをまんべんにかけて、このタレにつけて身を食べてもらう。3番追加注文です。よくお二人は来られるんですか。2回目かな。ミツカド屋さんの魅力のところってどこにありますか。これだ。魚。メニューが多いから。美味しい。ワイティッチャー。もっと出る豚丼。8番終わり。これそば店ね。はい。きしめんあったらいけるよ。はい、デラのおかず20番。はい。カツ出る。はい、ライス2丁。で、これ味噌店普通。味噌店普通23番。カレーのかしわともう一つだと思って。半分送ること。いや、それ聞いてももうあれいいかとな。あよ。じゃあそれ単品でいこうかな。単品早いかな。行きましょう。
あ、味噌カツ定食、味噌カツで、先が単品やっとる。今さっきもやっとる。大先生ってやったからな。来るよ。はいよ。手羽先3本、リズム3本。はい。はい、上カツの赤だし23番。3番、はい。やばい。カキフライ店にちょうだます。はい。はい、単品18番。これ。カットボスかき揚げを入れてもらってこれぐらいエビを切らしたりあとは後から外れてこれでかき揚げをこれが通常のかき揚げの大きいかき揚げそばはホットアイスを。限定ライス1個ください。はい、かき揚げそば。よいしょ。運んで。はい、本日の煮付けね。金目も13。金目鯛の煮付け完売ね。はい、10万のオーダー。これね、これきしめん鯛だよね。きしめん鯛3つあるよ。きしめん鯛が3つ。ざるそば2丁2番。2番。はい。きしめん。で1個そばほんとね。いらっしゃいませ。回します。かしわ味噌。一斉にこいくよ。6番12番。はい、これおかずなし。きしめん定食。1キロ以上でよかったです。1、2ヶ月ぐらい。1回は。出汁が美味しい。きしめんがやっぱり食べたい。うどんだとその辺どうなんとかあるんですけど、きしめんもいいし、お得だし、美味しい。どうします。本日のメバルの塩焼き1丁、カキフライ計1丁、あんかけ1丁、きしめん単品ホット1丁です。
そうです。ここでいいよ。お魚いけるかな。7番と11番。そうします。エビキシホット一丁天みそ。半分になったら。7番の社長7番。はいよ。11番。はい。かきらいて出んかな。だからライトに行か限定ライト一応。天みそ天一丁。天みそ天全部。これ11番。はい。今入れてます。これエビキシ。ライト一。味噌って一面2つ。単品12番。ライト一応。ラスキ下げてよ。お待たせしました。きしめん単品のお客様。ほい、釜揚げきしめん。はい。中分。はい。お待たせしました。釜揚げきしめんですね。これも置いとくぞ、かき揚げ。かき揚げもっと。はい、かき揚げの定食。ちょっと18、20ね。はい。かき揚げきしめん定食をお願いいたします。これもいくよ。テンガル。はい、エビアイス。エビそば。上カツ丼つゆだく。今上天丼と。はいよ。でもそれやったらカツ出しちゃってくれる。ごまなしカツ。ごまなしね。お魚って。はい、魚いくよ。ご飯。いや。
性が両方含めない。あんかけ。あんかけ。はい、ください。あんかけということで、21、ここ21。あんかけ、あんかけ。はい、あんかけいくよ。ライスください。17いくよ。はい。日本語で。変わります。メバルの煮付けになります。今4つ入ってる。これ終わりね。えい。はい、これ確認。1000円のお返し。はい、入らない。狙われてる。1番ね、この音ですね。はい。返事して6番で。第3週。6番。あとここパッとじ。失礼します。アナゴ天丼のお客様。これ巻くよ。息して、はい、飛ばして。で、まだ研究してやってね。見るよな。一つ食って。エビセットだよ、もうで。はい、エビ。16番。日替わりのおかず、カレーの煮付け終了。次からイワシのフライになります。あ、よっ。フェアってエビフェアだ。エビフェア。柏味噌粉落とし。柏粉。2個いくよ。7番。はい。定食です。失礼いたします。紙の袋は大丈夫ですか？よいしょ、行こう。いけるかな、18。3000円。定食ある。黒そばです。黒そばアイス。煮こごりわかめよ。このカツ丼ね。カツ丼。6番2つ。僕はね上カツ。こればっかりです。ボリュームがある。はい、
目。ゆでイカ13枚いってあとのコミニカツ丼ねこれもいい？2番。2、3回目ぐらいです。美味しくて量が多くて、でこの店の雰囲気もすごい素敵で昔ながらの感じがですね。ミニカツの。はい、カツパジはもうすぐ。ちょっと待って、3秒。12番。お待たせしました。こちらで皆様揃いましたかね。はい、失礼します。店長、味噌もう一個。卵粉の音しこの音知らない？あ、はい、大丈夫。あれ？今何の人？これ。お餅入り。20番。22番かけれるんじゃないか。はい、お願いします。あんかけ1番。電話君、やってくれる。1番ね。はい。1番。はい。1番終わり。いかがでしょうか。はい。はい。あさり。あ、ごめんね。
基本的にうち多いんで、全部が。それは父がね、お腹いっぱいにして帰ってやってくれっていう思いがあるんで。物価がね、高くなって、材料費も高くなってるけど、違うところで節約すれば、お客さんにはいいもの出せるかな、そんな感じです。京都の東山区にあるうどん屋さんで修行しとって、でそれで戻ってきた感じ。それまではサラリーマンしとったんですけど、それで白で合わせて。
中に白醤油を混ぜてで味付けする感じ。初皿です。醤油とみりんです。赤つゆは煮かけのうどんとか通常のうどんに大体使う。で白つゆは卵とじとか天ぷらうどんとかちょっとあっさりめな感じの汁に使う。真ん中の一番だしは味噌煮込みとかカレーうどんです。これはうどんね。でうどんはやっぱし加水塩度がやっぱし夏場とか冬場とか時期によって違うもんで、夏だったら塩度は濃いし冬は薄いし、これは今日は7度ぐらい。これ昨日作ったやつね。1日熟成したうどん作り方違う。明日だもんで、ここで入れる。でこれもう一遍締める。こういう裏返して。ほら、上がって出てくるし。ででパンになるので、これも
瀬川は今年110周年だよね。瀬川の本店がね。今でもつながりはあるんですね。もちろんもちろん、いろいろ商売のやり方を教えてもらった親方だったので、何かあればやっぱし親方のところ行く。親方もあるし、その先輩たちも、瀬川のグループはみんな優秀な人が多いので。目の前で作っとる人の米を使ってます。3升ぐらい、3回だったので 3升ぐらいですね。大丈夫ですか？とんかつはランチはローズで、普通のカツ丼とかカツ鍋はヒレカツだで、あとは普通に食べるやつはその黒エグも注文が入ってから
どんが美味しい。コシがあってね。コシがあって美味しいです。いつも何か頼まれるものって決まってるんですか？ランチが多いです。ブレンドしてあるやつ。かき味噌ランチです。はい、4番さん決まり、かき味噌煮込みのランチです。お待たせしました。はい、お願いします。じゃあ11番そうと思って。味噌煮込みランチ、ご飯少なめがお一つ、赤いおうどんがお一つでよろしいですか？お待たせいたしました。赤い青うどんですね。失礼いたします。お餅が入ってる。卵も。4番さん決まりです。
ぷらうどんの麺大。松井さん、先に天ぷらうどん大盛り8番ですね。お待たせいたしました。天ぷらうどんの大盛りです。お待たせいたしました。3番ね。はい、カツ丼ランチ。はい、こちら梅干しなし12番ランチ。10番さんです。ランチあったかいうどん12番さんです。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ランチのおいどんです。失礼します。天とじのうどん。真ん中に。ランチうどんホット花。ありがとうございました。ありがとうございました。までお待ちです。卵とじ大盛り決まりです。はい。お待たせしました。卵とじの大盛りです。ぬきそばの冷たいの麺大盛りと、プチ天丼なしのあったかいおそばをお尋ねよろしいでしょうか。
たぬきの麺大。はい、そばころのランチ。エビフライ入り。5番さんエビフライ付きと同じカレーです。これご飯もらって決まり、ランチ10割です。お待たせいたしました。日替わりランチ10割サラダです。お待たせいたしました。日替わりランチ、温かいご飯なしです。お願いします。ランチ、温かい丼です。はい。おります。カツ丼ランチあるなんです。はい、お待たせいたしました。この時にすごい流行って。美味しかった。今久しぶりにこれ300円ぐらいなかったから。これ定期。はい、ごめんなさい。作り方はね、カニはね、この中に入れてあげますのでね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでやってみます。楽しんで作ってください。の方ね。はい、はい、12番。お待たせしました。天丼ランチのあったかいおうどんです。失礼します。お待たせしました。丼ランチおうどんです。ざるそばの単品。で丼ランチの冷たいうどん、ドンホットのご飯なし。味噌ランチご飯代決まりです。はい。あります。ありがとうございます。お待たせしました。味噌煮込みランチご飯大盛りです。1枚失礼します。ありがとうございます。失礼します。はい、ゆっくりどうぞ。いいじゃん。はい、そばホットのランチ。ランチ。
豊橋カレーうどん。豊橋カレー4番さん。鴨ざる。では失礼します。日替わりなんだったかうどんが3つでざるそばが2つですね。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせいたしました。日替わりランチのおうどんですね。通ります。お待たせしましたランチございます。失礼します。こちらどうぞ。これランチ温かいうどん花かつおかけで11番です。はい、ありがとうございます。はい、ざるかつ。お待たせいたしました。ざるかつ重ですね。いただきます。はい、ももかちゃん、これ天盛りランチ7番さんね。はい、松井さん決まりカツ丼ランチのざるです。はい。じゃあ、間通ります。はい。通ります。お待たせしました。天盛りランチになります。カツ丼ランチざるそばですね。ありがとうございます。大盛り。はい。
日替わり丼ランチが今日は穴子だら、明日だったら岸の天丼とか、その辺は日替わりで2種類。具材だとか材料がさ、意外とみんないくらぐらいで入るかってもう分かってるじゃん。お客さんのが利口だもんね。なので、これ損じゃないとか思うようなやつが、一つに4回か5回、そういう風にしてかんと、やっぱり普通になっちゃう。損だよな。こんなんでいいのとかさ、そういうやつが、まあ、何回か食べて、数を別に考えて、個人経営はね、年中無休だから、休みの日もなんか半分仕事してるみたいな。仕事っていうか、店と兼ねてよね、俺たちはそんな大変じゃなくやってる。ずーっとやってるもん、そんな大変じゃない。お勉強があったらご飯食べ行くみたいなのが多いよね。九州までうどん食べ行くとかね、北海道まで食べ行くとかね、日帰りで。朝4時頃出てって、夜中の12時頃帰ってきて、次の仕事とかっていうお客さんに出せんし、いろんなもの食べて知っとらんとね。エビ龍神。はい、エビ龍神。お待たせいたしました。豊橋カレーうどんですね。先ほどありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
冷やしたぬきダブル1杯。冷やしたぬきのダブルがついて3杯の冷やしたぬき。冷やしたぬきダブル1杯。ありがとうございました。1時間かけて来てます。三重県からワインです。うまいな。甘いお揚げが美味しいですよね。もうすっかり癖になってます。はいどうぞ。いらっしゃいませ。奥の方から詰めてお願いします。これが室味。これ2種類あって、これがウルメイワシ。このままもう出汁に入れるんですか？これで削って。あ、削るんですね。そう。毎朝行くのこのぐらいの時間からですか？そうですね。西野さんは何代目なんですか？僕は3代目です。僕が3年に始めた。当時は柳ヶ瀬っていうところでやっていて、戦争で焼き出されて落ちる。これいの一番グルタミン酸ソーダ。薄口醤油。レガシー。
回でどのくらい？揚げてこれぐらいじゃないですか。あれをこう道具にしてるんですけど、この揚げを600枚ぐらい。何人前ぐらい？大体300枚ぐらいは。それを大体2回朝のうちにかけて。雨は降らなさそうなんですね。やっぱ雨とかだとお客さんのあれも違いますか？そうですね。天候とか気温とかにもよって、夏場はもう大体忙しいんですけど、ちょっと肌寒いかなってなるとついたりとかするし、逆に暑いともう止まらなかったり、土日とかはやっぱ多いです。
カモメっていう、まあ、小麦粉煮込みの麺もあるんですよ。平麺。そうなんですよ。で小麦粉の種類が違って。大体頃合いとかって何を見てるんですか？色とか油の音とか、あまり色がつきすぎると置いとく間にも色がついてくるので、もうこれぐらいで揚げて冷める頃にはまたちょうどいいぐらいになる。種いります
のぐらいの時丼は25分ぐらい。はい、お電話ありがとう。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。奥の方から詰めてお願いします。冷やしたぬき2杯。冷やしたぬきのなるほど2杯。冷やしたぬきのなるほど1杯。3枚。冷やしたぬき2杯。こちら？たぬきダブル1杯。
冷やしタヌキのダブルで2つ。ありがとうございます。冷やしタヌキの小2杯。はい、どうも。はい、失礼します。お待たせしました。はい。緑落ちの鍋焼きにかやくで2つ。はい、失礼します。鍋焼きです。豚をお取りしてよろしいですか。失礼します。はい、どうぞ。冷やしタヌキダブル1杯。幽霊。いや、最後に極道の小の2杯。いらっしゃいませ。冷めた。はい、エビロ席どうぞ。エビロドッグとカヤクでミックス。しゃぶ。
来られるんですか？ 1時間かけて来てます、三重県から。お味の方どうですか？うまいんです。1時間かけて来るんですから。ダブル一杯。はい、失礼します。ざる1枚。うまい。冷やしタヌキダイナミック。いや、最後の小2杯、そしてガスキング。いや、最後ダイナミで2杯、何は12枚まって。冷やしタヌキダブル1杯。タヌキ2杯、1つ合い盛りで。はい、すみません、失礼します。原下さんよく来られるんですか？でも相変わらずね、だからちょっと早めにランチが取れそうな時に。原下さんの魅力ってどういったところですか？ヒドランそば屋で岐阜のファーストフードってこの感じかなその感じが好きです。はい、すいません、失礼。ダメです。はい、失礼します。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。ラーメンさん。ラーメンさん。
きダブル3杯、1つは相盛り、もう1つはサビなしで。はい、すいません。こちらサビなしですね。普通の、こちらが相盛りで。そば湯を置いていきます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせしました。どうぞ。南のおそばを3つで。はい。はい、失礼します。いらっしゃいませ。波3つです。冷やした時大波で2杯。はい。冷やした時ダブル2杯。はい、失礼します。いらっしゃいませ。ダブルです。冷やした時ダブル1杯。いただきました。ありがとうございます。はい、もちろん。はい、すいません。ごめんなさい。冷やしタヌキ大波で2杯。揚げ2枚増しネギなしで冷やしタヌキあわら1杯。相盛りで冷やしタヌキダブル1杯。名前だけすいません。西村様ですね。ありがとうございます。全部玉落ち揚げ2枚増しで冷やしタヌキ3杯。天丼のかけなしで。金で冷やしタヌキダブル1杯。はい、失礼します。冷やしタヌキダブルがついて3杯の冷やしタヌキ。冷
冷やしたぬきのダブルがついて3倍の冷やしたぬき。南です。ありがとうございます。冷やしたぬき大盛り。大盛り。はい。冷やしたぬきダブル1杯。はい、のりです。すみません。はい。冷やしたぬきダブル1杯。はい。広島さんよく来られるんですか？来るんですか？辛いつゆを食べた後の甘いお揚げが美味しいですよね。あれはもうすっかり癖になってます。冷やしたぬき大トリプルで2つ。はい。冷やしたぬきダブル。歌はお取りしてよろしいですか？失礼します。冷やしたぬき1杯。どうぞ。冷やしたぬきのダブル1杯。冷やしたぬきダブル1杯。